様こんにちは、ネイジの猪俣です。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。先日ですね、こちらのサコッシュの作り方をショート動画で紹介させていただいたんですけれども、ラバークロスという素材を使いまして、ちょっと難易度が上がるために動画の方、本編の方では作っていなかったんですけれども、実際には制作過程を少し撮影していましたので、以前紹介させていただきましたこちらヌビキルトで作る方法と少し違っていたっていうのもありまして、動画の方工夫して編集していますので、よかったら最後までご視聴いただけると嬉しいです。今回入れるものはですね、こちらのパスポート。海外に行く時はどうしても肌身離さず持って歩かなきゃいけないので、お財布の中には入れることができないということと、あと必ず身につけていかなきゃいけないので、体に沿うような感じでちょっとシンプルめなポーチを作っていきたいと思います。せっかくならスマホとかも入れられるようにと思って、こちらのスマホケースを元にですね、こちら入れられるように考えていきたいなと思います。まだ全ての材料裁断前の状態になっています。こちらはコッカさんから最近登場したリバーシブルの生地なんですけれども、これちょっと厚みのある生地なんですけれども、サンプルの方を取り寄せました。でこちらはマリメッコの生地歯切れなんですけど、これもねちょうどたまたまなんかすごいジャストフィットしてちょうどいい感じで残ってましたので、耳もそのまま使っていこうかなと思います。で、こちらはファスナー20センチのファスナーになります。でこれに合わせて作っていこうかなと思うんですけど、余分な分は切り落としながらサイズの方を調節して作っていきたいと思います。それでは早速始めていきましょう。まず最初に縁取り布を重ねて1センチで縫います。で今回はラバークロスを縫うんですけれども、かなり目飛びをしましたので、ミシン目の縫い目の長さを 4.0 にかなり粗めに仕上げていきます。縫い終えたらそのままラバークロスを包むようにして折りたたんで際を縫います。表にした時の状態です。そうしたら余ってる生地を2つ折りにしてさらに際を縫って閉じていきます。そうしたらファスナーを重ねて際 2mm で縫います。この時結構目飛びしましたので、直線縫い用の押さえを使うといいかと思います。反対側のファスナーは 7mm で縫ってください。仕上げの際のステッチは入れないようにしました。仕切りの生地を重ねて縫っていきます。そしたらショルダー紐を挟んで両脇を縫います。ファスナーの上の部分を2センチに合わせてヌビキルトで紹介した時と同じように縫い仕上げてください。両脇を縫う時にファスナーのこの上の部分は縫い代を下に下げるようにして縫っていくと縫いやすいかなと思います。これで完成になります。はい、いかがだったでしょうか。今回はラバークロスを使ったサコッシュを紹介させていただきました。で非常にですね、家庭用ミシンで縫うのも難しい、針の号数なども工夫しなきゃいけない素材なんですけれども、ちょっと上級編として紹介させていただきました。でこちらは、直接ここのラバークロスの方に縫い付けて仕上げのステッチを入れないで仕上げています。あとは脇を縫うのと余った生地で仕切りを縫っています。こちらにキーリングをつけるなどして貴重品が入るように仕上げております。
で縫い終わった後は切りっぱなしで仕上げるようにしています。でちょっと小さめな感じにはなってるんですけれども、これで十分ですね、貴重品が収まるようになりました。でまずパスポートを入れて、あとここに飛行機のチケットを入れるなどしておりました。でここのキーリングはカラビナなどを使うとここです。ざっとこうシンプルに留めることができて、でこのスーツケースの鍵とか、あとスイカみたいな交通系の IC カードみたいなのをこう入れるようにしておりました。で、スマホを入れてます。で比較的こうサイズ感としてはとっても良かったんですが、縦に作るか非常に悩んで横にしたんですけれども、横でちょうど良かったかなと思っております。サイズの紹介になります。横の長さは20センチ、縦の長さは14センチになります。あとはお好みで縦の長さなど変えるなどして楽しんでみてください。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。